ミスドゥミスドゥミスドゥ近いミスドの春のミスドがやってきました。チャレレレー、最高。マジでさ、最高なんだけど、先ほど並んで購入してまいりました、ミスドゥ。やばいよね、抹茶です。てか抹茶ってさ、いつなの一体。いつでも美味しいよね、抹茶って。なんか2月ぐらいのイメージもあるし、お菓子とかのあれ。これスリコで買いました。なんかよくわかんない可愛いやつ。マジでさ、春だよ。どうする？新入生たちいらっしゃいって感じだよね。みんな新入生楽しんでっか？ミスドの抹茶を大量購入してきました。多分全種類あると思われる。やばい。入れ方がプロじゃん。これ1箱で全部入れるのすご。もう祇園綴り、はい、祇園綴りを甘噛みでさせていただいて、ほらもうパンパンにもうみちみちに入れられてます。もう最高じゃん。やだ、鼻水出るそう、本当に。メンバーを紹介していくぜ。最高じゃん。抹茶マジで好き、私。なんかさ、最近さ、海外のさ、おしゃれな Vlogger さんがさ、抹茶を飲みすぎてて、抹茶ってやっぱ美味しいんだねと思って。私がさ、昔アメリカとかで飲んだ抹茶めっちゃまずかったんだよね。これ抹茶じゃねえよって思って、怒りかけたぐらいまずかったんだよね。でも今は多分美味しいんだろうね。全部で5種類。みんな出てきてください。はい、私が出します。私は自分で出します。ちょっと出させていただきますね。わかりやすいように。素敵なお召し物を着てらっしゃるんですけど、ちょっと出させていただきます。もう本当にさ、買えるかなってめっちゃ不安だった。めっちゃさ、人気みたいでさ、やっぱり、やつぱり。そりゃそうだよね。もう美味しそうすぎて、なんでか鼻水が出る。よだれではなく。なぜなら、花粉症だから。ねえ、ここをさ、顔認証するのやめな。ここに何もねえだろ。私の顔そこじゃねえぞ。春ってマジでさ、なんかもう素敵な食べ物がさ、目白押しだよね。嫌だもう。はい、ちょっと最高ですね。最高ですね。お腹が鳴りました。そりゃそうです。それはそうです。お腹は間違ってないです。やばーい。ちょっとメンバーを紹介していくぜ。やばい、お腹減りすぎてなんか、疲れてきた。この子がポンデ宇治抹茶。この子がポンデ抹茶。ポンデまずき、ポンデ宇治抹茶、あずき抹茶わらび餅。長い。で、この子がポンデザク宇治抹茶ミルク風。最高じゃん。で、こちらのドラ抹茶たちがいます。ドラ抹茶。何これ、考える人すごくない？ミスドめっちゃ好きな方なんだろうね、みんな。当たり前か。考える方はね。ドラ抹茶、クリアン抹茶ホイップ。クリアン抹茶ホイップすんな。いや、しろ。で、こちらがドラ抹茶粒あん花ホイップだって。何花ホイップって。これ何？北海道小豆。宇治抹茶も京都と北海道なんてもう最高なんだから。ということはこれ開かなくなったのはなんで？これロックされてんじゃん。鍵かかってるぞ、これ。完全に。やだ。ふわむち食感だって。ふわむち女子じゃん、この子たち。やだ、ちょっとやだ。もう、ちょっといただいていきますね。いただきます。まずは、ポンデダブル、宇治抹茶からいこうと思います。何がダブルなんだろう。本当に美味しそうなんだけど、いただきます。いきます。みんなさ、ちょっと待って、抹茶が落ちたんだけど、泣く。みんな新生活どう？いただきます。最高じゃん。やばいじゃん。何？ちょっと待って、これやばい。私これ一番好き。もう1個目で決めちゃうんだから。めっちゃ美味しい。チョコ大好き。マジで抹茶チョコなんかもう最高なんだから。私って、食レポ、マジでクソなのね。表情と行動で読み取ってもらえればと思ってます。ちょっとやだー。私ポンデリング大好きなのにさ。マジで美味しいんだけど。何これ。春感じるわ、マジで。なんか京都感じた、今、京都。私、京都めっちゃ好きでさ、昔めっちゃ行ってたの。大学が大阪だったから。高校の時好きで行ってて、なぜかっていうと、新選組がめっちゃ好きだって。なんかね、めっちゃ好きな少女漫画があったの。女子がミスってっていうか、なんだろう、なんで入ったんだって覚えてないんだけど、新選組に入るやつ。あるよねーって感じだよね。風光るってやつ。これマジで好きだったんだよね。沖田さんがめっちゃかっこいいんだよね、確か。沖田さん異常にいつもなんかかっこいいキャラで生成されるよね。土方さんとかさ、写真も超かっこいいよね、実物も。沖田さんってなんか本物はそんなかっこよくもなかったみたいな話をよく聞くけど。ちょっとポンデザク、宇治抹茶ミルク風いただいていきます。裏を見せる。色マジ可愛いんだけど、なんか超さライトグリーンじゃない？めっちゃ可愛いんだけど、宇治抹茶がもう大活躍じゃん。宇治抹茶マジでさ、こんなにさ活躍したらなんかなくなりそう。宇治抹茶ってだってそんなにさ取れるもんなの？わかんないんだけど、こういうのって全然入ってないのかな？風味だけ？
本当にミルク風、抹茶ミルク風。なんか生地にホワイトチョコがコーティングしてあるんだって。やだ2025年の1月、2月に東京に来たの。上京したんです。33歳で。1年経ったの、ついに。もう、早くないやばいよね。でもめっちゃ楽しかった、1年間。マジで楽しかった。楽しかったっていうのを伝えたい、本当に。なんか東京怖いとこだべ、みたいな気持ちがあったんですけど、やっぱさ、田舎に住んでるとやっぱそう思いがちじゃん。うちのおばあちゃんなんて、東京へのイメージはって聞いた時に、東京はみんなを奪っていくって言ってました。本当に。若いもんをみんな奪っていくって言ってました。はい。そんなことは気にせずに、はい、上京しました。ごめんおばあちゃん。30代から東京に上京しても、そんなに疲れない。まあ結構家にいるんですけど、私。いや、もちろんさ、その渋谷とか原宿とかなんかもうあの辺はもうもちろん疲れるよ。なんかそうじゃないところもいっぱいあるから、何歳だからもう上京とか遅いよねとか思うてらっしゃる方がいらっしゃったら、全然そんなことがないってことを全然お伝えさせてください。でも私この間久々になんか急激に寂しくなって、親に会いたくなって泣きかけた。なんでだろう。なんかほんと突然来たの。別になんか私ってあんまり寂しがらない人なのね、人間的にってか、なんかそんなに寂しいって思ったことが人生ないのね。なんかそんなに一人でいること多いけどなんだろう、なんかそんなに人が恋しいみたいにあんま思ったことない。思ったことないって言ったらちょっと人間じゃないみたい。いや違う、そんなに頻繁に思わない人間なんですね。まあ東京に着いた日はホテルのカプセルの中で泣いたんですけど、普通に。でもそれ以降全然なんか1年間寂しいって思うことなかったんですけど、なんか突然あの日だけめっちゃ寂しかったんだよね。生理かなと思ったけど違った。何だったんだろうあれ。一瞬なんか地元にちょっと帰りたいなって、帰省したいなってなんか初めて思いましたね、あの日。何だったんだろう。寒かったからかな。だからマジでさ、状況考えてる方さ、まあ理由にもよるんですけど、結構私は状況をなんかおすすめしたいんですけど、でも、確かに難しいところもいっぱいある。なんか私が通勤しなくていいからこれ入れるんですけど、通勤しなきゃいけない状況だったら、私通勤マジで一番、東京の嫌なところ1位通勤って感じで、私が通勤するなら絶対私が苦手とするだろうなランキング1位で、だから避けてるんですけど、通勤ラッシュが得意な人っているのかな、人間として。電車が好きな人とか。いやでもあれだから、それがあって結構地元に戻るっていう人も結構聞くから、そこは私ちょっと参考にならなくてごめんなさいって感じ。私が通勤してないんで。これは本殿宇治抹茶小豆抹茶わらび餅。抹茶入れすぎだよね。タイトルの中にすごい愛が溢れてるね、抹茶への。わらび餅だって。どうするよ。これ多分中にあんま見せるもんじゃないと思うんであれなんですけど、わらび餅が入ってますね。いただきます。これ分かった。なんか一気に食べるもんじゃないなんか一個一個が豪華だから、こんなバクバク食べるもんじゃない。これマジでなんかお茶立てたいぐらい、本当に。お茶のとともにって感じ、本当に。もったいない。マジで美味しい。なんか普通のさ、王道のいつもいるミスドたちなら、なんか2、3個パララっていけるんですけど、この子たちはなんか、ちょっと扱いが違うかも。めっちゃ小豆。でも私って本当に最近記憶がなくていつも言ってるんですけど、だから東京に来て一番濃ゆかった思い出は何って言われても、でも、さっきの私濃い思い出作ったんですけど、さっきドラッグストア行ってたんですね。ドラッグストアで化粧品見てたの。したらなんか何の理由もなしに、私後ろにこけて、マジで恥ずくて、女性が一人だけいらっしゃったんですけど、やばいよねみたいな。だってさ、ドラッグストアの床なんてさ、なんもないの。その、ボコボコとかさ、引っかかるような場所が。なのに一人でさ、しかも後ろにだよ。みたいな感じで、声出してないんだけど、無言で。でも私転げていって、マジで恥ずかしくて、商品とかドルルとかしなかったからまだよかったんですけど、ドンって床に一人で強打しただけで。めっちゃ恥ずかしくて、多分お姉さんも爆笑してたと思う、心で。何みたいな。なんでこの何もないツルツルの一番世界で平和な床で転げる女何みたいな。私も何って思ったもん。私さ、最近さ、首をさ、後ろに置くようにしてて、姿勢を直したくて。だからかなだから、見て。ハゲ抹茶。これすら美味しそうなんだけど、ハゲ抹茶。ハゲ抹茶うま。最高。なんか、
わらび餅のプルプルがやばい。でも私は結構その働いてる女性というか、なんかその30代からの女性にこそ私は東京をおすすめしたい。いやマジで家賃とかバリ高なんですよ。物価も高いんですよ。やっぱ私物価はそんな変わらないのかなって思ってたの。まあ家賃高いのは思ってたけど、来るまでその食べ物とかがこんなに高いと思わなくて、レストランとか、なんかチェーン店もさ、この関東地域と、わかんないけど、この辺東京の周りと、それ以外で値段違ったりするよね。びっくりした。全然大阪の方が安いと思う。びっくりした。それと家賃代は、マジで、って感じなんですけど、でも本当になんかね、やれることが結構多くて、なんか一人を楽しみたい方はには結構おすすめですね。めっちゃ楽しかった思い出があるのは、ミュージックビデオを作ったことですね。マジでこれは東京ならではの思い出だなと思って、まあ地方でもできるっちゃできるんですけど、マジでめっちゃ人にお願いするのも簡単にできて、もうほんと友達とメイクさんとカメラマンさんだけでやったの。もう友達にさ、マジで手伝ってもらってさ、1日、本当に、2日だ、2本撮ったから、めっちゃ助かって、本当にね、こんなんができるのはね、マジで地方に住んでたら難しいなって思った。スタジオも安いし、地方より。安いっていうか、ピンキリだけど、いろんな種類があるし。で、マジでアートとか好きな方はたまらんですね。あと、なんか私地味にめっちゃでかいなってなんか思ったのが、そんな言われてないけど、これはなんか私の場合、なんかその、やっぱ在宅ワーカーだから、その家にいることがめっちゃ多くて、やる気が、なんか全然出ない時があるの。家にずっといると。で、なんかわかんないんだけど、私なんかで見たんですけど、なんか1日に300人ぐらいをなんか目で見ると、そこら辺通ってる人とかをね、なんか例えば、なんかビルの上とかから、窓からこう動いてる人を300人見るとか、なんかよくわかんないけど、やる気が出るらしいの。これなんかで見たんだよ。調べても全然出てこない。どっかで見たんだよ。全然ないんだけど、びっくりしたの。雑誌かなんかで見たと思う。全然出てこない。ごめんなさい、これ嘘かも。でも確かに外に出てなんか人の流れを見てるとなんかちょっとやる気出てくるんだよね。これ何なんだろう。マジで理由はわかんない。なんかわかんない。でもなぜかちょっとなんていうの、まあ、気分が変わるって感じなんかな、多分。やっぱ家にずっといたら自分しかいないんで、一定のリズムというか一定の気分にしかなからそんなにいきなり変わることないじゃないですか。けどでもなんか街に出ると若干そんな都会じゃなくても普通に駅前とかでなんか気分が変わる気がするんだよね。次はドラ抹茶行こうと思います。私クリアン好きだからクリアンから行ってもいいですか？ダメですか？いいですか？マジ誰に聞いてんだよって怖いよね。見て、私がさ、抹茶ミスドだったら私この容器に入れられたい。私こんなに守られたくない？こんなに。バリ嬉しくない？こんなに守ってくれる男子。男子なんかいみたいな。見て、こんなにさ、日陰まで作ってくれてさ、こうやってもう、絶対守ってくれんじゃん、100%。どこからも触れないじゃん、もうだって。マジで嬉しいんだけど、こんな守ってくれる人。やばい、クリアンが、見えますか？クリアン、カメハメハ。やめろ。ドラゴンボール一回も見たことない人が言うな。すげえ、なんかさ、すいません、吐いちゃって。すいません。なんかこれ何？なんかトゥルトゥルが入ってんだけど、トゥルトゥルっつうかこれなんつうんだ。アーモンドだって。キャンディングアーモンドだって聞いたことない名前。何キャンディングアーモンドってわかんないけど、キャンディングアーモンドが乗ってます。いただきます。絶対美味しいです。だからもっと明るい曲がいいよね、流れるなら。念仏みたいなの流しちゃってごめんね。マジで美味しいんだけど、やば、クリアンやば。私ここ好き。何これ、揚げドーナツ？わかんない、書いてねえ。わかんねえ。これ揚げドーナツではないのかな？なんか、揚げっぽいんだけどな、わかんないです。みんなはさ、自分がドーナツだったらさ、こっちに入れられて、こう過保護に守られたい女子か、それとも、もうこういうかっこいい、なんかどこでも行きやすい、こういうなんか簡単な袋がいい女子ですか？どっちですか？どっち系男子に守られたい？君のこと信頼してるから、俺は結構自立してる君も好きだし、それぞれ自立して、一人でいる時間も楽しいけど、二人でもっと楽しく生きようぜっていう男子か、君がいないと僕はダメなんだ系男子。めっちゃ守ってくれる、これ。君が、それも怖いな。でもそれはちょっと私嫌だな。何なのって感じじゃない。自分で話広げて自分で終わらせました。効率のいい女。エコな女。これめっちゃ美味しいんだけど、何かもういろいろ入りすぎてもよくわかんないんだけど。抹茶クリームも入ってるし。
美味しい。これさ、会社とかにさ、差し入れで持ってったらマジで喜ばれるやつじゃない？クリアンやば。やば。クリアンと抹茶クリームのダンスが始まってる。いやでも私今回上京して思ったのはマジで何歳でも遅すぎることはねえなって思った。なんか大体さ、みんなさ、わかんないけど、まあ人によるけど、大学とかで上京してっていうのが多いのかなって思うんですけど、なんか私毎回聞かれるとめっちゃ驚かれるの。なんで上京したんですかみたいな。仕事の転勤とかですかって聞かれて、いやなんか一回東京に住んでみたくて上京しちゃいましたって言ったら、みたいな、そんなことありますみたいな感じでめっちゃ驚かれるんだけど、いやでもだって一回住んでみたくないみたいなわかんない、人によるか。もっと自然が好きな方、まあでも結構自然あるしな、意外と。キヨキヨ。次はドラマッチャーつぶん花ホイップいきます。花ホイップって何ですか？もうすごいんだから。もうあんたクリアンのやつなんてあんた345円よ、テイクアウト。やだ、イートインだったら352円です。あんたマジでラグジュアリーな子ね、あんたたちって本当に全く。まあそうよね、それだって350円ぐらいするんだったらもうこうよね。もうそらこうよね、過保護に、守っちゃうよね、そりゃね。すごいね、きな粉乗ってる上に。やだー、きな粉乗ってます。きな粉大好き。いただきます。マジで美味しそうなんだけど。開けますか？開けませんか？開けました。やだー、恥ずかしい。めっちゃ美味しそう。なんか黒蜜かかってんじゃん。あんた最高ですかって。これ私、まさかのこっちのが好き。クリアンより。なんだろう、なんかクリアンでちょっと派手すぎた、私には。これマジで美味しい。これマジは。めっちゃ美味しい。最高。ディスコ。あとね、東京のいいところというと、店員さんが優しい気がする。あまりにも都会すぎたら、東京駅の周りとか、新宿、原宿、渋谷とかわかんないですけど、私の体感では、あそこら辺の回転率が回転率が人が多いところは、ちょっとさすがに店員さんもそんな余裕はないので、親切じゃないっつうことはないんですけど、まあ、普通にタララって感じで接客なんですけど、もうちょっと暇なとこ行ったらもうちょっとなんつうんだろう。いやーでもやっぱ基本優しい気がするんだよね、基本的に。あと、びっくりしたのは、意外とじいちゃんばあちゃんが多い。いや、そりゃそうなんだけど、若者だらけの街かと思ってたの、ちょっと。でも意外と、もちろん当たり前なんだけど、日本だから、結構ばあちゃんじいちゃんがいて、ちょっと安心する。あとやっぱ、マッチングアプリもやっぱ人が多いなって思いました、めちゃくちゃ。私地元でさ、マッチングアプリなんてさ、しようものならさ、絶対見バレというかもう同級生とかに会うっていうか、写真がマッチングするから。で、なんか、私、一回だけ地元でやったことあって、試しに。したらなんか、写真あったんですけど、トークになった時に、マッチしてトークになった時に、写真自分じゃないですけどいいですかみたいなメッセージ来て、どういうことみたいな。いいわけがなくないみたいな。じゃあ誰みたいな、この写真の人はみたいな。どういうことって思って、意味がわからんすぎて。いや、まあ、多分普通に顔出ししたくない人多くて、多分9割ぐらいマジでこういう感じなの。こっから下みたいな。だった気がする。だから、何でこの人と会ってみたいって思えばいいのかわかんなくて。だって別にそんなに、だからといって、プロフィールがめっちゃ充実してるとかでもないの、別に。よくわかんない。でもなんか、知り合いとかは結構、私の地元でもマッチングしたりして、お付き合いしたりしてるから、私の適性の問題だとは思うんですけど、でも東京の方が、まあ、それやりやすいっちゃやりやすいですよね。でもなんか友達が言ってたのはやっぱ、相手も選べる、選ぶ人が多い、なんて言うんだろう。だから、みんな、なんていうの、レッドオーシャンみたいな。みんな選び放題だから、なんかもう、選ばれるのめっちゃむずいよみたいなことを友達が確か地元の子言ってた気がするんだよね。東京に住んでた子が。確かになと思って。でもまだそこまで私行けてないからなんとも言えないんだけど。あとなんだろう。ラッシュも意外と電車のピーク時をなんとなく分かってきたら、この時間ぐらいに行けばあんま混まないなっていうのが分かってくると、そんなに並べば普通に座れるぐらいになるし、あとなんだろう。あと東京といえば、いろんなイベントも多いんだよね、本当に。芸術系のやつとか、展示会とか。大阪まで来ないやつ意外とあるからね。最近洋楽のライブとかもさ、大阪まで来ない人たちめっちゃ多いもん。東京止まりみたいな。私これが一番好きかも。めっちゃ美味しいこれ。まあでも車がないのは、ちょっとめんどい時あるけど、でもそんな遠く行かないしな、私。あとマジでおすすめポイントは、田舎あるあるなんですけど、田舎でちょっと、って思ってる方向けなんですけど、マジでみんな誰も私のことを気にしないから、マジで行きやすい。本当になんていうの。なんか変なことしても多分まあ多分変なことしたら見られるんですけど、でもね、そんな変な人がいることもないの、そんなに。私まだ
大阪とか梅田とかのあたりの方がちょっと変わった人を見る。なんかそのセーラー服を着たおじいちゃんとかはマジで、とかなんかもっと派手派手なんかおーみたいな、もう名物おじいちゃんおばあちゃんみたいなの方を見かけるのは大阪の方が多かった気がする。でもあんま東京でそういうとこ行かないからかな。なんかまだ私そんなに見たことない。なんか浅草あたりで提灯めっちゃつけるおじいちゃんみたいなのは拝見したんですけど、電車を乗っておられるの。それぐらいじゃないっていう。なんかおー、ワーオみたいな、なんか、例えばニューヨークの地下鉄みたいな、なんかヤバめの、おーみたいな人はあんままだ見かけてない。ちょっと危険かも、みたいな人にはまだ見かけてないかも。なんかニューヨークの地下鉄めっちゃ怖かったんだよな。おーみたいな。だって、もう電車とか、その迷うとかも、Google マップあるからさ、さすがに田舎の出身でも、さすがに迷わんぜって感じだし、スーパー意外と安いんだよな。いろんなスーパーがあって。まあだから人が多すぎるのが苦手な人は本当にちょっと、土日はマジで出かけない。でも土日休みだったら土日にしか出かけれないよな。私はもう土日はもう、なるべく外に出ないようにしてるんですけど。いやでも私はトータルして1年住んでみてめっちゃ良かったですね。次どこに住みたいって言われたらめっちゃ迷う。なんか私最近までさ、めっちゃアメリカに住みたかったの。ニューヨークか。なんか最近ちょっとアメリカぐちゃぐちゃすぎて、わかんないですけど、外から見てる分なんで、ちょっと激しすぎるんだよな。なんかちょっと、なんか楽しめれるレベルなんかなってちょっと思う。住んで楽しめれるのかなって思う。あと物価高すぎだし。ね、次どこ住もう。いや、まだもうちょっと東京楽しみたいんですけど、結構私は上京するの悩んでらっしゃる方がおられたら結構おすすめしますね。まあ状況にもよるんですけど、もうやだ、なんかダジャレみたいになっちゃってごめんなさい、恥ずかしい。上京するかしないかどうかは状況にもよるんですけど。はい、ということで、今回も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ほんじゃあ、またね。バイバーイ。ニキビができている。消えよ、ニキビ。バイ。